パーソナルトレーナーのゆうじです。パーソナルトレーニング、オンラインパーソナルトレーニング、出張パーソナルトレーニング、LINE パーソナルトレーニングのお申し込み、お問い合わせは概要欄のメールからお願いします。とりあえず1回でも OK です。バックランジを2025年バージョンとして更新します。新しくします。バックランジ、そしてその他のエクササイズについては、僕は常にね、もっと良くならないか、もっといい方法でできないか、もっと分かりやすくできないか、もっと効果が出ないかというところでね、いつもね、もっと良くなる方法というのを考えています。で、バックランジについてはもうずっとね、もっと効果が出る方法はないかということで考え続けています。で、そこで今回バックランジのやり方というのをマイナーチェンジします。今までの形はもちろんバックランジのベースとしてあるんですけども、少しマイナーチェンジすることですごく良くなるという感じのことをね、今日は紹介していきたいと思います。で、このバックランジというのは、片足下げて立ち上がる、片足下げて立ち上がるという感じで、こういう感じでやっていく運動がバックランジというものですけども、今まで数年間の間にものすごい多くの方が実行してきました。で、実行した人のかなり多くの人が体重体脂肪が落ちたという喜びの声をいただいています。それはおそらくね、数百人では終わらないんじゃないかなと思うんですね。数千人というレベルにいってるんじゃないかなと思いますので、それぐらい効果を出した人がすごく多いと思います。で、このバックランジを1、2と数えて20回を3セット。20回やって30秒休憩、20回やって30秒休憩、20回やるという感じで、基本的には3分しかかからないです。その3分を毎日やっていくことで、どんどんエネルギーを消費していく。そして運動後の代謝も上げていく。そして筋肉を作っていくことで、何もしない時の代謝も上げていく。ホルモン分泌を良くしていく。そういったことでどんどん体を引き締めていくということ。それから、より体脂肪を落としていきたいという人は、夜の炭水化物を取らないということですね。おかずはそのままでもいいです。その他の食事もそのままでもいいです。1日3食食べます。夜の炭水化物だけをカットしていくということで、まずは少しだけカロリーをカットしていく。で、それをきっかけにもう少しね、揚げ物を気をつけようか、お酒を気をつけようかという自分に変わってきますので、まずはそのね、ファーストステップとして夜の炭水化物を抜くということだけをやっていくということ。ただし全ての食事の炭水化物を抜くということはしないでください。そしてもう一つは、1日に水をできるだけ2リットル飲むということですね。一気に飲むんではなくて、水筒とかペットボトルを持ち歩いて、ちびちび飲むことで、1日2リットルぐらい飲めるように頑張っていくということ。水がなければ体のシステムは回ってこないので、とにかくね、水不足にならないように、水を十分取ってほしいということですね。で、これを行うことによって体脂肪が落ちたという人がものすごくたくさん、おそらく数千人いると思いますので、まだ実行してない人は今からでもいいのでしっかり頑張ってください。で、そのバックランジは、基本的には片足下げて立ち上がる、片足下げて立ち上がる、そして前の足のかかとを踏んで立ち上がる、上半身まっすぐで立ち上がる、前にかける重心が7、後ろが3、前の足が7で後ろが3という感じで、前の足をメインにやっていく、お尻の筋肉を使ってかかとを踏むような感じでやっていくことで、太もも前だけでなく、お尻の筋肉もしっかり使っていくという感じでやっていく。これを20回3セットやっていくわけですけれども、ここを少しね、マイナーチェンジしていきたいと思います。で、今ね、かかとを踏むと言いましたけど、このかかとを踏むという感覚、考え方が人それぞれ少しね、違っていることがあります。もちろんこれを降りるときにつま先の方を踏んでしまうと、膝が前に出て膝が痛いということになってしまうので、かかとを踏むことによって膝があまり前に出ない、できるだけお尻を使うという、そのためにかかとを踏んでいくという形なんですけれども、このかかとを踏むというのが多分ね、ぼやーんとして曖昧になってるんだと思うんですね。かかとを踏んでるつもりでも、実際正面から見ると結構膝が中に入ったりとか、母子球の方に体重かかったりとか、だからそれが前でありながら内側に入っているというパターンが結構あります。特に女性の方に多いんですけども、このかかとを踏むという感覚をね、ここでちょっと修正したいと思います。かかとというのはこのイラストで見ると通常はこのポイントだと思うんですけど、そこではなくて、かかとの中心よりも約1センチ外側にずれたところ、そこのポイントを踏んでいくという形なんですね。かかとのど真ん中中心を踏んでいるつもりでも、どうしても母子球に入ってしまって、膝が中に入ってしまう母子球の方を踏んでいるという人が多いんですよ。だからこれをかかとの1センチ外側、1センチ弱ぐらい、こんなに微妙なところですけど、そのあたり少し外側を踏むんですね。で、その少し外側っていうのは、母子球から対角線上にある位置になります。そうすると母子球を踏まなくなるんですね。なので、しゃがんでいくときに、真下ではなく、ほんの1センチ外側を踏むようにすれば、母子球の方に流れない。母子球の方に流れないから膝が入らない。そして前に行くこともなくなります。なので、この踏む場所のイメージというのをしっかりね、かかとの中心の1センチ外を踏んでいくという感じでやってください。
最初はちょっとね、多分慣れないと思うので、かかとの1センチ外を踏もうと思うと、ちょっとね、外側にふらつくことがあるかもしれないんですけども、まあ、それはそれで最初はしょうがないです。間違いではないです。でも、かかと1センチ外を踏むようにやっていってください。そして2つ目のマイナーチェンジなんですけども、バックランジをね、僕が指導していて、よくありがちな問題というのが、下がっていくときに、後ろに体重をかけすぎてしまう。後ろに体重をかけすぎてしまう。で、最初に言ったように、前の足の運動、前が7割で後ろ3割なんだけど、なんかその感覚がつかめなくて、後ろの方にグッとかけてしまう。なので、後ろの足が痛い、後ろを押してしまうから膝が下りないっていう風になってしまうんですね。で、後ろはとにかく本当は軽く膝をスッと下げたいんですね。前の足が頑張りたいところなんですけど、これはなぜ起きるかということをすごく考えました。もちろん練習の回数とかもあるんですけど、これね、ここから立ち上がった時に、この状態になるのが問題なんですよ。普通っちゃ普通ですけど、この状態になるのが問題で、この状態って何かというと、前の足を使っているところから休んでるところ。筋力を発揮しているところから休んでるところ。今これ筋力何も使ってないです。ただ骨でバランスをとってまっすぐ立ってるだけ。このゼロの状態から後ろに下がろうと思うと一気に後ろに体重かけてしまうんですよ。そうではなくて、これね、後ろからね、戻ってきた時に完全にまっすぐ立ち上がらない。なんか微妙にちょっと膝が曲がってるみたいな。なんかロボットみたいな感じでいいですよ。なんかこういうロボットいますけども。そんな感じで立ち上がった時に完全に膝をロックしてこうカクンとこういう風な立ち方をしないで、膝のロックがないぐらい、なんかちょっと曲がってる感じ。わかります？これとこれの違い。これぐらいの違いのところで止まる。そして反対を下ろす。完全に膝を伸ばしきらないところで続けていく。別にここで止まってもいいんですけれども、これを膝を伸ばしてこの状態じゃなくて、ちょっとロックを外した状態のところでやっていくんですね。で、そうするとですよ。そうすると、膝がちょっと曲がった状態なので、今ね、筋肉をね、使っている状態。筋肉を使っている状態って今ね、ここ下ね、まだ踏んでる状態なんですよ。これだと強く踏んでる状態ね。で、柔らかく踏んでる状態。この状態。そうすると、ここに重心が残ってるので、重心を残しながら下げることができるんですね。で、膝が伸びきらないことで、前に重心を残しながら下がることができる。ずっとここのポイント、前足の方を押した、この重心で運動を続けることができるんですね。これがゼロの状態になっちゃうと、一気にほとんどの体重が後ろにかかっちゃうんですね。で、これを避けるために立ち上がった時には、ちょっと緩く曲がったところで下がる。ちょっと緩く曲がったところ。で、そのままこっちを踏み続ければいい。もうこれ踏んでますから、このまま踏み続ければいい。そうすると、前に7割残すことができるので、そんな感じで、膝が伸びるほど完全に立ち上がらない。そういう修正をしてみてください。そして3番目のマイナーチェンジなんですけども、これはですね、お腹に手を当てて締めてあげるというか、バックランジをね、やっていくときに、僕もね、最初は腰に手を当ててくださいと言いました。ちなみにこれ、腰に手を当ててない人がいて、このままでやる人がいるんですけど、これはね、ちょっとね、バランス崩れます。で、手でバランス取っちゃうんですね。手でバランスを取るんではなくて、足でバランスを取りたいので、手はやっぱり体につけといた方がいいですね。なんですけど、腰に手を当ててると、降りた時に上半身のこの辺の感覚がおろそかになっている人が多いんですよ。ここに来た時に猫背になっている人もいれば、お腹の力が抜けて肋骨が前に飛び出たこういう形の人もいるんですね。こういうふうに前髪のこういう顔だけ上げてこういう人もいるし、あるいは下見て猫背の人もいる。で、これ両方ともね、良くないですね。体は基本的にまっすぐ行きたいんですけど、このまっすぐがね、把握できてないと思うんですよ。で、それなぜ把握できてないかというのは、足の運動だから、足をね、さっきのかかとの1センチ外を踏んで、完全に立ち上がらないようにして、で、足のことばっかり考えてると、上半身忘れちゃうんですね。で、これを忘れないためにどういうふうにするかというと、お腹に手を当てる。お腹に手を当てる。手のひらべったりね。手のひらべったりも、手のひらも指もべったりお腹を触るようにしてください。肋骨と少し下、その両方に手が当たるようにしてください。で、ここに手を当てたままでやっていくと、そうすると自分のお腹がどういう感じかというのが手でわかるんですね。手でわかる。これがこうだったら、へこんでるな。こう抜けてれば、なんかすごい前に出てるなっていうのが触ってわかるわけですね。この形がわかるから、手のひらでね。なので、手を当てながらやっていく。ということで、どういうふうに自分のお腹が動いてるか、動いてないか、まっすぐなのかを確認しながらやってほしいので、手を当ててやってください。で、その中で締めて持ち上げる。締めて持ち上げる。下ろすときに息は吸うんですけども、息を吸います。吸ってるんだけども、
キュッと締めて持ち上がった。この状態。緩んだとか、抜けた状態でなく、締めて持ち上げた。この状態を維持していく。だから、まずこの立った状態、ちょっと肋骨を上げてみる。こう上げてみる。この肋骨を上げた形を維持するために、手で確認する。これがもう落ちないように、上げたところを確認する。上げたところを手のひらで確認する。ただし、上げてるけど抜けたんではない。これは前に言ってればこのカーブ分かりますよね。このカーブが一直線になってないですね。そうなるために締めて持ち上げた状態。少し腹筋が硬くなってしまって、ちょっと奥でね、少しポコポコしてるかなぐらいの感じがあるっていうのが締めて持ち上げてる感じなんですね。なので、お腹に手を当てて締めて持ち上げる。これをキープできているかどうかを手のひらで感じながらやってください。はい。ここまでが2025年バージョンとしてマイナーチェンジしたポイントではあるんですけども、ただね、まだね、うまくバックランジを下まで下ろすことができない。下ろすだけの筋力がない人という人がいます。で、その場合には、片足でしゃがむことがきついので、まずやってほしいのはワイドスクワットですね。足を広げて、しゃがむ、立ち上がる、しゃがむ、立ち上がる。まずはこれを行うことで、足の筋力、基本的な足の筋力をつけていく。これが20回3セットはできるようになってください。で、これで筋力を上げてからバックランジに移っていく。で、さらには、このバックランジをやっていくときに、まだ十分な足の筋力がなくて、その下ろすのは怖い。下に下げるのは怖い。この足をガツンっていってしまうのが怖いという場合もあるようですね。結構あるようです。で、その場合はね、下に下ろすことがやっぱり怖くて危険を感じるので、その下に下ろすということをまずね、体に覚えさせるということ。単純にしゃがみます。ね。膝が中に入らないでしゃがみます。で、基本的にはこれかかと体重です。つま先体重じゃなくかかと体重で普通にしゃがむ。しゃがみますよね。しゃがめないというのはまずしゃがむところから始めますけど、かなり完全にしゃがんだところで今かかと体重ね。かかと体重から立ち上がる。ただこれだけ。頭高くね。頭を高い状態にしたままで単純にここから立ち上がる。というのを5回ぐらいやってください。この5回がまずできるように。ね、膝の中に入らないかかとを踏んだままの状態でかかとを踏みながら立ち上がる。で、このしゃがむという、ここまで伸ばしてしゃがむということが、できなければ片足でしゃがむのはやっぱり怖いです。ここ当たりそうで怖いです。なので、まずはしゃがむというのを5回、2、3セット。やるところから体を慣らしてみてください。で、そこまでやってもやっぱり深く下ろすのが怖いという人がいます。その場合にはまずヨガマットを引いてもらった方がね、痛みはないかと思いますし、あるいはこういうタオルをね、単純に引いてもらって、この降りる位置に当てておいて、ここから、ここにつけてみる。一回下ろしてみる。あえてもう一回下ろしてみる。一回脱力してもいいから、最初のうちは脱力してもいいから、ここまで下ろして立ち上がる。ここまで下ろしてみて立ち上がるということを1週間ぐらいやってみてください。そうすると2週間目から立ち上がれるようになると思います。そんな感じでね、バックランジ2025年バージョンを更新しました。今までやっていた人も先ほどね、3つのマイナーチェンジのポイントを取り入れてやってみてください。よりね、効率のいいバックランジができるようになって、もっともっと効果が出ると思いますので、またバックランジを続けて頑張ってください。チャンネル登録よろしくお願いします。インスタなどもやってますので、フォローよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。